はい、皆さんどうもこんにちは、オックスアウトです。今日なんですけれども、僕の、普段使っている、ソニーのね、カメラの、設定をね、皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。で、今回の動画なんですけれども、ソニーのね、カメラの話をしていくんですが、この動画はですね、ストーリーブロックスの提供でお送りしております。皆さんね、こういった経験ないですか？なんかお仕事とか、個人のプロジェクトでもいいんですけれども、こういったね、映像が撮りたいなと思ったんだけれども、なかなかその予算だったりとか、時間の制約とかね、いろんな都合で、その絵を撮ることができないなんていうね、ことはね、結構あるんじゃないかなというふうに思います。このストーリーブロックスっていうサービスは、ストックフッテージの、サービスになるんですけれども、4K のハイクオリティのですね、それこそ世界中の素晴らしい風景だったり、それ以外にも本当いろんな素材っていうのを無制限にダウンロードして、個人であったりクライアントプロジェクトだったり、このどちらでも、使うことができるというサービスになってます。ダウンロードできるのもストックフッテージだけじゃなくて、例えばね、こういった感じのオーバーレイだったりだとか、あとはね、こういったバックグラウンドですね。こういったものも、ダウンロードし放題になっていますし、あとは Adobe のプレミアをお使いの方であれば、トランジションパックとか、そういったテンプレートも、ダウンロードできるようになってます。で、映像の素材以外でも、音楽であったり、イラストだったりだとか、そういったものもね、使えるので、皆さんぜひこのね、ストーリーブロックっていうサービスを、下の概要欄の方からね、チェックしていただければなというふうに思います。はい、じゃあというわけでね、早速、ソニーのカメラの、僕の設定を、紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、ただね、その前にちょっとね、1点だけ、お断りしておきたいのが、この動画を英語の字幕で見ている方、大変申し訳ないんですけれども、日本で買ったソニーのカメラは、言語が日本語以外に切り替えることができないんですよ。これはね、ソニーさんね、直してほしいなというふうに思うんですけど、なので、ちょっとね、そこはね、見づらくなるかもしれないんですけど、ちょっとその字幕の方をね、見て、理解していただければなというふうに思います。あとごめんなさい、もう一点。僕、今回ね、使っていくカメラはソニーの α7 III になります。で、僕、普段ソニーの α7S3、今これを撮影しているカメラですね、を使っているんですけれども、α7S3 は、メニューの構成がね、こういったね、α7 III だったり、α6400 とか、また α7C とかね、ああいったのとね、ちょっとね、違うんですよ。メニューのレイアウトは違えど、中身は基本的に一緒なので、もし α7S3 をメインでお使いの方はね、ちょっとその辺、なんとなくこう脳内で翻訳して、見ていただければなというふうに思います。はい。じゃあですね、基本的に今日紹介していくのは僕が普段動画で使っている設定なので、動画中心に見ていきたいなというふうに思います。基本的に僕ほとんどの設定っていうのはですね、購入時デフォルトのままです。で、そこから、どこを変えたのかっていうところで重要だなと思うところを、中心に、ご紹介していくんですけれども、で、まずはですね、このタブ2つ目の動画1ページ目ですね。はい、ここの、露出モードの設定なんですけれど、これはですね、マニュアル露出にしてます。基本的に絞りとシャッタースピードっていうのは全てね、手動でコントロールしたいので、まず最初ここをマニュアル露出に設定します。はい。で、その下の、記録方式ですね。で、これはですね、僕、ソニーの α7S3 であれば、4K で設定してます。で、それ以外のカメラは、基本的にシネマチックな動画を撮りたいなと思ったら、XAVCSHD っていうのを、要は HD 画質ですね。で、これなんでかっていうと、120fps で基本的に僕撮影することが多いんですよ。で、ソニーの α7C とか α7-3 とか、6000系のやつは 120fps で撮影しようと思ったら 4K で撮影することができないので、なので僕はこれは HD の設定にしてます。なのでその下の記録設定は 120p の100メガをいつも選んでいます。で、なんで 120fps で撮影するかっていうと、僕は基本的に、そのスローモーションを対応することが多いんですけれども、そのスローモーションにするかしないかっていうのは基本的に編集の段階で決めたいんですよ。で、ソニーのカメラは S&Q っていう機能があって、で、これはですね、スローモーションだったりタイムラプスを、高画質で撮れる、モードになってて、ソニーさん的にはこの S&Q を押してはいるものの、S&Q で撮ってしまうと、もう音声がまず記録することができないんですよ。その分、画質は、普通の 120fps とかで撮るスローモーションよりも高画質にはなるんですけれども、そこはトレードオフで僕は編集の時のそのなんて言うんだろう、選択肢を持ちたいっていうことなので、基本的にはこの 120fps での撮影をするためにこういった設定になってます。
で、次のページの、AF 駆動速度、これは高速に設定しています。で、その次の AF 被写体追従感度っていうのもこれ敏感になってます。なんでこうしてるかっていうと、カメラとかをですね、こう被写体にこうぐーっとこう近づけたり、こう引いたり、した時に、たまにね、オートフォーカスのスピードがそれについてこれないことがあるんですよ。そうならないように僕はこの2つを高速と敏感に設定してます。で、さらに次のページ、3ページ目ですね。マーカー表示、これをですね、僕は入りにしています。で、マーカー設定のセンターっていうのを入りにして、で、アスペクト比っていうのを 2.35 対1に設定してます。で、このセンターが重要で、画面の中心にね、こういったバッテンみたいな、マークが出てくるんですよ。こうすることによって、ジンバルを乗せてって、こう被写体をぐーっとこう狙ってる時になんかも、それをガイドとして、使っているので、これはね、非常に便利なので、僕はこれを入りにしているのが好きかなという感じでございます。で、動画設定はですね、基本的にこんなもんです。で、ちょっと戻って、タブ1つ目の12ページ目に行くと、下の方にですね、ピクチャープロファイルっていうのがあります。で、僕はこのピクチャープロファイルを、ですね、ソニーの α7S3 であれば、PP8 ですね、S-Log3 に設定してます。で、中の設定ですね、このブラックレベルとかガンマ2とかサイドとかっていうのは全部デフォルトのままです。ソニーの α7S3 をお使いの方であれば、S-Log3 をおすすめします。で、このね、それ以外のカメラ、ソニーの α7C とか α7-3 とかにも、PP8 の S-Log3 はあるんですけれども、α7S3 は10ビット機なので、僕は S-Log3 でも十分な画質が得られるなと思って使ってるんですけれども、そうじゃない8ビット機、こういったね、α7S3 では、S-Log3 を使うと、ダイナミックレンジはね、もう非常に広く撮影することができるんですけれども、ただ、その代わりにバンディングとか、そういったね、ノイズがすごく乗ってくるっていう問題もあるので、8ビット機に関して言えばですね、僕は PP10 で撮ってます。その PP10 は、ガンマ値が HLG2 ってやつですね。で、それ以外のやつのブラックレベル、ブラックガンマ2、サイド、これ全部デフォルトのまんまで、唯一、設定を変更してるのが、このカラーモードっていうのを、多分デフォルトだと BT2020 ってやつがデフォルトかなと思うんですけど、これを709に設定してます。自分の環境であったり、YouTube で多くの人が見てるっていうのは、レック709の環境かなというふうに思うので、こう709に設定してます。多少色味、特にスキントーンとかに赤みが強く出る傾向があるかなっていう気はするんですけれども、そこはですね、補正で、直したり、するようにしてます。で、僕一番質問されるのが、このピクチャープロファイルの設定は何になってるんですかっていう質問がね、多く、もらうんですけれども、で、意外にも今見ていただいた通り、何の魔法もここにはなくて、基本的にこのソニーのカメラの、設定デフォルトなんですよ。で、なんでこうしてるかっていうと、僕も当初はいろんなパラメータを細かく調整したりとかっていうことにチャレンジしたんですけれども、ただ結果的には、ダイナミックレンジさえしっかりともう一番広く、綺麗に撮れるような環境で、撮影しておいて、動画パソコンでね編集してしまえば基本的にそんなに変わらないかなというふうに、最終的にはたどり着いたので、今はそうしてます。で、さらにこの過去の素材で、これをいろんなねピクチャープロファイルとかを変更して撮ってた素材っていうのは、これ振り返ってみてみると、で過去の素材がもうバラバラの設定になっちゃってるわけじゃないですか。そうすると年末に例えばまとめ動画みたいなのを作ろうと思って、過去1年間に撮った映像をちょっとずつピックアップして1本の動画にしようとした時に、色合わせの編集がめちゃくちゃ大変になるんですよ。なのでもう僕は基本的にこの設定で全部撮ってます。で、さらに僕ねHLG ラットっていうのを販売していて、これねご購入いただいた方も結構多くいるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その HLG のベスト設定っていうのも今紹介したようにピクチャープロファイル8番の REC709 に設定しただけです。なのでそれ以外細かい設定をすることは基本的になくて、あとはパソコンに取り込んで、そのラットを適用した後に、ホワイトバランスとかコントラストっていうのも、お使いの元、素材と、当てたラットの、色味とかを見ながら調整してもらえればなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、ぶっちゃけね、あとはほとんどデフォルトです。で、それらの設定っていうのを僕はこのカメラのメモリー機能にね、登録してます。
ソニーの α7-3 であればこのダイヤルを回してこの1と2っていう、2つ、設定することができるんですけれども、1つは、シネマティックな映像を撮るようにさっきも言った、120fps で、登録しておいて、でもう1つの方は、それ以外の、Vlog とかを撮るとき用に、4K で、撮る、設定してます。で、ピクチャープロファイルの設定とかも基本的には一緒ですし、さっき言ったフレームレートが違うっていうだけで、あとはそれに合わせて、デフォルトの、シャッタースピードですね。シャッタースピードも違うかな。120fps の設定にしているものであれば250分の1を設定していて、4K の場合は 24fps に設定しているので、そちらの場合はですね、シャッタースピードが50分の1となってます。あとは、ホワイトバランスは基本的に両方ともオートになってます。で、ISO の設定は両方とも100に設定してます。オートにしてしまうと、バリアブル ND フィルターをつけたときに、ND フィルターの濃度を変更すると、この ISO の設定が上がったり下がったりするだけで、基本的にカメラがね、この一定の露出を保っちゃうんですよ。なので、ISO の設定は固定にしておいて、露出を上げたいのであれば、ND フィルターで調整するか、この ISO の値をぐっと上げるっていうような形で運用してます。あとは何だろう。あとはね、基本的にほとんどデフォルトかなっていうふうには思うんですけれども、ちょっとね、補足でこういったものもね、教えてっていうものがあれば、下のね、コメント欄の方に書き込んでいただければ、なるべくね、最初の100件ぐらいは答えるようにしますんで、なんかもっと知りたい設定があれば、コメント欄の方に記載してもらえればなというふうに思います。で、僕の映像を見ていただいた方でカメラのこのピクチャー、特にピクチャープロファイルとかでなんかすごく特別な設定をしてるんじゃないかなっていう風に思ってる方もいると思うんですけれども、残念ながらね、基本的にはほぼデフォルトでございます。なので皆さんのお持ちの、カメラでも僕で撮った映像と僕がこれで撮ってる映像っていうのは基本的にそんな変わりはないです。なので逆に僕のラットをお使いの方はですね、こちらも概要欄の方にあるので興味のある方は見ていただければなというふうには思うんですけれども、それを当てるだけで僕がこれまで撮った映像と、すごく近い色味っていうのは得ることができます。で、一番重要だなって思うのは、そのカメラで可能な限り、高画質でかつ、広いダイナミックレンジで、撮れる設定にしておくことが、その素材としていう意味では、一番重要かなというふうに思うので、そういった形で撮った素材をパソコンの方に持っていって、でそこで、自分の世界観、色味とかカラーグレーディングを、やっていくっていう形で僕は普段やるようにしています。はい、というわけでね、ちょっとね、参考になったかどうかはわからないんですけれども、でもこれがもう本当に嘘偽りなく僕のカメラ設定になってます。はい、というわけで、参考になれば幸いですということで、今回の動画は、以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。届かない。僕これまで家で撮るとき 24mm のレンズでね大体撮ってたんですけど、最近 35mm に変えたんですよ。フォーカスブリージングがすごい少ないっていうことを聞いて、これ今フォーカスが変わってるけど画角がほとんど変わんないですよね。すごいね優秀なので、こういう動画をね撮る方でフォーカスブリージングがすごい少ない、レンズを探してるっていう方には、このソニーの 35mm おすすめでございます。というわけで小ネタでした。はい、以上です。バイバイ。